ご視聴いただきありがとうございます。シルバラさん、今日は何の動画なの？はい。今日は Linux Ubuntu 22.04LTS の日本語リミックスをインストールしようと思っています。この間、Linux Ubuntu 24.04LTS をインストールしたと思うけど、どこが違うの？今回インストールする Linux Ubuntu 22.04LTS 日本語リミックスは、完全な日本語サポートを搭載したものだということらしいです。そうなんだ。じゃあ、シルバラさんには使いやすくなっているということですね。そうですね。そうだと思います。では、早速始めていきたいと思います。検索して Ubuntu Japanese チームのページを開きます。Ubuntu のダウンロードをクリックします。ここでは日本語リミックスイメージのダウンロードをクリックします。ダウンロードできるミラーサイトが表示されますので、選んでクリックします。今回は KDDI 研究所を選んでクリックします。2段目の Ubuntu JA22.04 デスクトップ AMD64.ISO をクリックします。これでダウンロードが開始されます。ダウンロードが終わったら、Rufus を起動します。インストール用にする USB は挿してあります。ブートの種類の選択をクリックして、ダウンロードした Ubuntu JA22.04 デスクトップ AMD64.ISO を選択します。ブートの種類の欄に選択したファイルが表示され、準備 OK です。スタートをクリックします。上側で OK をクリックします。これは、はい、をクリックします。USB のデータは消えてしまいますというメッセージです。それで良ければ OK をクリックします。書き込みが始まりました。後になってしまいましたが、Rufus 4.4 は、Rufus のホームページからダウンロードできます。ファイルの書き込みが進んでいますね。終わったようです。閉じるをクリックします。Ubuntu のインストール用 USB の作成が終わったので、次はインストールするパソコンを USB から起動するように設定します。インストールするパソコンの BIOS を起動します。BIOS の起動、設定方法はパソコンによって異なります。ご自分のパソコンに合った方法で行ってください。2番目の Advanced BIOS フィーチャーを選択してエンターキーを押します。Advanced BIOS フィーチャーの画面で、一番下のブートシークエンスを選択してエンターキーを押します。ブートシークエンスの画面で、ファーストブートデバイスを選択し、エンターキーを押します。接続されているドライブが表示されますので、USB を選択し、エンターキーを押します。同様にしてセカンドブートデバイスを SATA に、サードブートデバイスを CD/DVD に設定しておきます。これらの設定は、パソコンによって異なりますので、自己責任にてお願いいたします。設定が終わったら F10 キーを押して保存、終了します。これは OK です。再起動しますので、インストール用 USB は挿しておきます。再起動しているようですね。USB から起動したようですね。メニューが表示されました。Ubuntu を試すかインストールするかということですね。このまま進みます。また、再起動しているようですね。Ubuntu が起動しているようですね。Ubuntu の画面が表示されましたよ。インストールが始まったようです。言語の選択画面のようですね。日本語を選択し、続けるをクリックします。キーボードレイアウトの選択です。ジャパニーズが選択されているので、このまま、続けるをクリックします。
アップデートと他のソフトウェアのインストールの設定です。通常のインストールと、インストール中にアップデートをダウンロードするが選択されているので、このまま続けるをクリックします。ディスクを削除してインストールで、インストールをクリックします。このまま書き込みをするということで、続けるをクリックします。ディスクを削除してインストールするで良いので、続けるをクリックします。地域の設定です。日本が選択されているので、このまま続けるをクリックします。名前とパスワードの設定です。名前とパスワードを入力します。ログイン時にパスワード入力を要求するということで、続けるをクリックします。ファイルのコピーが始まったようですね。Ubuntu の機能の紹介が始まりました。Ubuntu の一部の機能なんでしょうけど、次々と表示されています。日本語で表示されていてわかりやすいですね。インストールが終了したようです。今すぐ再起動するをクリックします。再起動しているようですね。インストールが終わり、Ubuntu 日本語リミックスが起動しました。まず、左上のアイコンをクリックして Firefox を起動してみましょう。まだ一度も使っていないからなのか、いきなり真っ白の画面ですね。Firefox の初期設定画面のようです。他のブラウザーからパスワードやブックマークを移してこられるようです。テーマの設定もできるようですね。検索画面ですね。下に表示されているアイコンのページも開くことができるようです。YouTube を開いてみましょう。YouTube の検索画面ですね。Google Chrome をインストールするつもりなので、Firefox はこれくらいにしておきます。2番目のアイコンはメールアプリのようですね。サンダーバード電子メールクライアントというようです。開いてみます。割と簡単に設定できそうです。メールアプリは使用しないので閉じます。3番目のアイコンはファイル管理アプリのようです。エクスプローラーのようなものだと思います。そうですね。今は使用しないので、このまま閉じます。次のアプリはリズムボックスというようですね。開いてみます。ミュージック関係の管理アプリのようです。閉じます。次のアイコンはリブレオフィスライターです。名前でお分かりかと思いますが、ワープロアプリのようです。開いてみます。ワープロアプリですね。文章作成機能は整っているようです。閉じます。次のアイコンは Ubuntu ソフトウェアと表示されていますね。開いてみます。アプリのアイコンがたくさん並んでいますね。Ubuntu にインストールされているアプリが表示されているようです。いろいろなアプリがあるようですね。正直、これだけあるとどれを使って良いのか迷いますね。使うのはほんの一部ということになるんでしょうね。クエスチョンマークのアイコンはヘルプのようですね。クリックしてみます。Ubuntu の基本的な使い方の説明があるようですね。下にスクロールしてみます。ここで、使い方を調べられるようです。まあ、ヘルプだから当然かもしれませんが役に立ちそうです。ユーザー設定及びシステム設定というのがありますね。見てみましょう。いろいろな項目の設定について細かく分かれていて使いやすそうですよ。そうですね。
これを見れば一通りの設定ができそうです。有効に使いたいですね。マウス、タッチパッドタッチスクリーンというのを見てみましょう。Windows と同じようにマウスの設定ができるようですね。ホバーリングでクリックを代替するというのはなかったかもしれません。面白そうな機能ですね。やってみたいですね。Ubuntu デスクトップガイドを閉じます。Ubuntu ソフトウェアのウィンドウも閉じます。ゴミ箱のアイコンですね。これは Windows のゴミ箱と同じようなものでしょう。閉じます。一番下のアイコンをクリックしてみます。主なアプリが表示されているようです。リブレオフィスのアイコンをクリックして開いてみます。オフィスアプリが開くようですね。軽く表計算ドキュメントをクリックしてみます。リブレオフィスの軽くが起動します。表計算アプリですね。閉じます。システムモニターを開いてみます。システムの利用状況が表示されているようですね。リソースでは CPU とメモリー等の使用状況が表示されます。ファイルシステムも見てみます。ここではディスクドライブの利用状況がわかるようです。閉じます。ユーティリティを開いてみます。ディスク使用量アナライザーを開いてみます。ディスクの使用量が表示されています。ホームフォルダーを開いてみます。これは強烈な色合いですね。円形のグラフで、慣れればわかりやすいのかもしれませんね。下のボタンでグラフのタイプが切り替えできるようです。閉じます。カレンダーアプリを開いてみます。これは、1ヶ月分のカレンダーですね。1週間や1年の表示もできるようです。スケジュールの管理もできるようですね。簡単なゲームアプリもあるようですね。閉じます。他にも設定やアプリがいろいろあるようですが、今日はこれくらいにしておきたいと思います。そうですね。たくさんあるので、とても全部はご紹介できないですね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。